大半の日本人はそれが問題ないと思ってんじゃない。多様性を認められてないんじゃないと、なりたい人にちゃんとなれる社会が一番いいと思っています。皆さんこんにちは。医師のシャーランです。イラン出身シャーランの言いたい放題のチャンネルです。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はですね、ゲストがいます。ペペさんです。台湾出身のペペさん。ちょっと、自己紹介してもらいましょう。お願いします。はい、台湾出身のペイペイです。2年前くらいまで日本で4年くらい住んでいました。で、日本ではエンジニアの仕事をしてて、今はスペイン在住です。スペインでもエンジニアです。スペインでも同じエンジニアをしてます。そうです。はい。で、4年間日本にいました。はい。ペペさんが、今日のテーマをペペさんが選んでます。それはですね、男女平等の比較というトピックです。テーマです。じゃあ、なぜペペさんはこのテーマを選びましたかと、みんなで聞きましょう。ペペさん、理由を教えてください。はい。まずこのテーマ、この男女平等の問題は、私が日本にいた4年間、一番不満、違和感を感じたことです。日本4年間すごい楽しかったですけど、これは唯一ちょっとかなのところです。なるほどですね。はい。で、ペペさんはそういうのを、そういう違和感を持ったけど、それについて何かやってますか？あこれについて、私エンジニアですので、まず気づいたのは、世界中同じくらいですけど、エンジニアとかテクノロジー業界に女性がすごく少ないです。で、それで、女性のエンジニアのコミュニティを東京で作りました。東京でで、作ったんですね。そうです。東京で作って、今、スペインでも同じようなWomen in Tech というコミュニティを運営しています。おそらく仲間で運営してるんですよね。仲間そうですね。で運営して、それは東京と関係あるんですか？なんかやってますか？東京と同じようなコミュニティけど、関係はないです。関係でもはない。イベントは近いです。女性のなるほど。エンジニアの講演をやったり、学校の女の子についてエンジニアについて紹介したりするのは同じようなイベントです。わかりました。面白いですね。なんかどっかでこれについてだけ、活動についてだけの話もどっかでまたビデオを撮りたいですね。ですね、ペペさんはアジアとヨーロッパ住んで、住んアジア住んでて、今はヨーロッパ。台湾もしてるし、日本もしてるし、で、ヨーロッパもしてます。これって何かこの男女について、男女平等とか、ここはちょっとおかしいんじゃないのって、ここは違うんでしょって、台湾でも日本でもヨーロッパでも、この差について話して、ください。うん、まず、ヨーロッパの方が進んでると思われることが多いと思いますけど、私の考え方は3つのところは全部まだまだです。ですが、日本の方がアジもうアも日ちょっと、本もヨーロッパもまだまだ。もまだまだです。なるほど。で、で、日本の方がもうちょっと男女の役割がはっきり決まられている感じはします。なるほどですね。うん、例えば男性はお金を稼ぐ、女性は家で主婦になる、そういう役割の話ですか？そうですね。今、そういう、
うんう考んえ方を持ってない若者は多いですが、まだそれが、そういう感じでやってるカップルがまだまだ私の世代に結構いるじゃないかなと思います。で、うん家の話だけじゃなくて、性格、女性の方がサポートする方、男性の方は前で頑張る方とか、または会社で女性の方がもうちょっと、文章を整理したりする仕事、会議でお茶を事務入れたり、的な仕事ね。うん、家だけじゃなくて世界全般的になんか女性の、仕事がある、男性の仕事がなんかはっきり分けられてる感じはします。なるほど。で、そうん、れについては、ペイペイさんは日本にいた頃は違和感を持ったってことですね。そうですね。で、スペインもスペインもこういう、役割決まることはありますが、これについてみんなは問題意識を持っていて、うん、日本でしたら、問題意識を持っている人は割と少ない気がします。うん、例えば、問題意識持っていても、なかなか実行しない行動に移さないところですかね。うん、うんうんそうですね。例えば、なんでみんな問題意識を持ってないうんと思う理由は、うんテレビを見てて、よくに、スペインだと問題発言と思われる言葉が出てきちゃう。ああ、日本のテレビ。そうですね。例えば。例えば、あの、うーん、例えば、ある時、私がヨーロッパの同僚、日本にいた時、欧米人の同僚と一緒にテレビ見てた時、女性たちが掃除道具を紹介していた内容を見ました。で、うん、それでみんなは全員これはおかしいなと思いまあした。あ、なるほどね。で、それを見て、私家に帰って、彼氏とこの当時日本の彼氏とこの内容を討論してた時、いや、女性の方が、だって掃除する人は女性の方が多いから、だからテレビは女性でこの商品を広告するのは問題ないだろうとは当時の日本人の彼氏とうは言いん、ました。で、このテレビが出れること、テレビにこの内容出れることで、大半の日本人はそれが問題ないと思ってんじゃないのと思いました。うん、なるほど。なんか、わかりますね。そうですね。わかります。わかります。これはペペさんが日本で感じた違和感ですね。そうですね。違和感、うん、テレビで感じてある、広告とかもよく感じます。うん、なんか女性は綺麗じゃないといけないとか、電車で女性は全員パッチリ化粧を完璧してるとか、ああ、なるほど。多様性を認められてないんじゃないという疑問があります。好きなように化粧して、好きなように、服着て、好きなように髪型、好きな色そうを着て、そういうのは多様性ですと、ペペさんは思ってますよということですね。で、ペペさんは日本の統計についても違和感があるということですよね。そうですね。自分の経験だと説得力がないですので、統計はい。数字で言いましょはい。う。で、国連の Gender Inequality Index で、日本は24位です。はい。で、Gender Gap Index ははい。120位です。そうですね。これはなかなか、やばいと思います。なるで、ほど。
台湾あの、はどうですか？台湾とスペイン。台湾はジェンダーイクワリティインデックスは6です。で、スペイン6。は、そう、スペインは16です。台湾の方が進んでるんですね。まあ、前の国は全部同じくらいのなるほ数ど。字ですので、詳しくどっち、なんでこの、数字になるは、うん、統計をもうちょっと詳しく見る必要がありますけど。そうですね。はい。うん、あとはもうで、一つ思ってるのはあるでしょう。違和感。もう一つ変な数字は、毎回テレビを見るとき、ニュースを見るとき、話をする政治家は全員男性、しかも日本の政5、治家ね。60代、日本だったらしかもほぼ全員5、60代の男性うん。が話します。で、実際の統計でいうと、国会議員の女性は、日本は10.2%だけ。うん。で、台湾とスペイン両方とも41%のそれはす女性がいる。ごいですね。皆さんそうです。聞いてますか？ 30% 以上違うんですよ。そうですうん。よ。うん。で、なんでこの国会議員の人数は重要のは、この人たちが法律を作ってるんですよ。で、うん。この法律作ってる人の女性が10%しかないと、女性の目線で法律を作れないんじゃないですか。そうですね。確かに女性の目線で、女性のためって言ってもあれかもしれないけど、女性の目線で作れないし、社会のためにならないよね。そうですね。で、女性で50%、この世界中に50%の人は女性ですよ。うん。ですので、この50%の人の目線で法律を作るのは重要です。で、確かにいろんな国は50%、50%で国会議員を分けるのも面白いと思うけどね。そうです。で、うまあ、ん。50、50までじゃなくても10%はちょっと低すぎますまあよ。低いね。確かに10%は低い。で、今、シャハランさん、前の動画思いついたけど、なんか投票に行こうっていう動画があったんじあ、ゃそうそう。ないですか。私の動画ね。で、そうそうそじゃあ、皆さん、投票権を持ってる日本人の皆様、女性を、女性の、人に投票しましょう。う。いや、本当にね、すごくわかる。私も動画でやったし、ニュースピークでもそれについてコラム書いたし、すごくわかりますよね。投票ってすごくありがたい権利だと思うから、やっぱり行くべきだと思う。確かに。で、それでちゃんと自分で勉強して誰に入れたいかっていうのは分かった上で入れる。で、それは女性であったらもうなおさらいいということになるんですよね。そのそうです。入れたい人が本当にちゃんと女性がやっぱりこう前にもうちょっと出てきてほしいよね。そうですね。やっうん、ぱり、子供時代からあまり女性を前に出ることを、まあよくうん、されてない。そうですね。男性、女性ない。なら、もうちょっと低い声で話したりするとか、そういう子供の時からの練習が足りてないんじゃないかなと思って、あと、現在のロールモデルが足りてない。うん、あの女の子にとって、成功してる女性、政治でもいいし、エンジニアとかサイエンティストとかでもいい経営者でし、もね。うん。そう、そのロールモデルが少なくて、自分もなれるっていうことはなかなか思えないんじゃないかなと思いうんうんます。うん。うん、なるほど。男女平等はなぜ重要なのかと、あと、そもそも男女平等っていう言葉がおかしいんじゃないか、時代遅れじゃないかって、ペペさんは思ってるでしょう。これを最後の質問にしたい。そどう思いますか？うはい、最後に言いたいのは、今まで、話は男女で、ちょっと、それはもうちょっと古い感じですよ。だって性別で男女だけじゃない。しかも男女平等は両性を対立することじゃない。私別に今は男性を責めるわけでもないいや、し。ないない、でない、ないですよね。そうです。そうですね。言いたいことは、
今の社会は男性は男性の役割があって、女性は女性の役割があって、この役割を外れてやることは難しいじゃないですか。で、それは不自由じゃないですか。ですので、このトピックのなぜ重要なのは、もしこの役割が決まってないと、みんなもうちょっと生まれつきの体と関係なく未来の方向を決められて、自分がなりたい人にちゃんとなれる社会が一番いいと思っています。なりたい人になってください、皆さん。ということですね。そうです。はい。ありがとうございます、ペペさん。すいません。お時間いただきました。ありがとうございます。皆さん、もしね、何かコメントとか、そういうのがあれば、ペペさんに言いたいことがあれば、ちょっとヨーロッパのことを聞きたい、台湾ってこうなんじゃないのとか、そういうことがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。ペペさん、今日はありがとうございました。皆さんも見ていただいてありがとうございました。またです。まだね。YouTube を見ていただいてありがとうございます。私はですね、ニューズウィークもコラム書いてますので、ぜひ読んでみてください。プラス、本業では外国人とのコミュニケーションがうまくいかなかったりという企業がいらっしゃいましたら、私が手伝います。ぜひ連絡ください。ありがとうございます。